毎日義母から精神的に追い詰められる日々。私はすでに限界を迎えていた。もう無理よ。実家に帰らせてもらいます。私がそう言うと、夫は冷たい表情でこう返してきた。なら離婚だな。お前みたいなのを養う意味だってないし。この人は一体何を言ってるのだろうか。私は夫に記入してもらうと、速攻で離婚届を提出した。その後、義母と夫は一気に崩壊することとなったのだった。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私は今まで仕事にばかり打ち込んできたせいで、出会いが全くなかった。のぞみもそろそろ34歳だし、結婚とか考えたらどう？いいよ。私はあまりそういうのに興味がないし。親からやんわりと結婚を促されていたが、私はきっぱりとその言葉を遮って、結婚に関心を持たないようにしていた。私は恋愛において自分に自信がなかった。だからかなり臆病になっていたのだ。きっと必死になって彼氏を作っても、結婚に至る前に別れることになるだろう。そうやって期待して裏切られることは嫌だった。考えただけで心が苦しくなる。私は昔、彼氏にひどい捨てられ方をしたことがあった。彼氏は私のことをとても大事にしてくれていると思ったのだが、実は何人もの女性と浮気をしていたのだ。どうして浮気なんてするのかと問い詰めたら、その男はひどい発言をした。毎日寿司や焼肉を食ってたら飽きるだろ。だから、たまにさっぱりした薄味の料理とかを挟んでるだけだよ。あ、ちなみにお前が薄味の方な。彼はそう言って私を嘲笑った。この時のことがきっかけで、私は恋愛に臆病になり、男性に対して心を開けなくなっていたのだ。親にこのことは話していないが、なんとなく私が恋愛を怖がっていることは分かっているようだった。本当なら私だって、ちゃんと恋愛をして結婚もして親孝行をしたい。だが、なかなか一歩を踏み出せずにいた。そんな中、ある日私は運命的な出会いをする。今度新しく取引が決まった会社の担当は、のぞみくんに任せるよ、と上司から言われ、私は新しい取引先へ挨拶に行った。はじめまして、マサトと申します。はじめましてのぞみと申します。先方の担当者と名刺交換をしたのだが、担当であるマサトという男性に私は一目惚れをしてしまった。見た目の雰囲気だったり、声だったり、すべてが私の好みだった。それから私は、毎回取引先に行くのが楽しみになっていた。彼は爽やかな笑顔でやり取りをしてくれて、私はいつもドキドキしたものだ。まるでホストクラブに来てるみたいだなと、自分で自分を笑った。だが、もちろん仕事はちゃんと完璧にこなした。のぞみさんは本当に仕事ができる方なんですね。勉強になるところがたくさんあります。そんなことないですよ。いやいや、そんな謙遜しなくても。そうだ、もしよかったら今度お食事に行きませんか？今一緒にしている仕事が落ち着いたらでいいですので。はい。わかりました。私は自然に食事に誘われて、それを承諾してしまった。今までの私だったら、そんなこと絶対になかった。食事に誘われても絶対に行かなかったので、ガードが固い女だと思われていた。だが彼の食事の誘いには、自然と行く気になったのだ。それから後日私たちは仕事に食事へ行った。彼はとても紳士的で、そして話がものすごく面白かった。仕事の時は真面目だが、プライベートではユーモアがあって気さくで明るさもあった。だから私はどんどん彼に惹かれていった。誰かを好きになったのは本当に久しぶりだと思う。そしてそれから彼は私を定期的にご飯に誘ってくれるようになった。のぞみさんと一緒にいるととても落ち着くんですよね。そうなんですか？はい。だからもしよければ休みの日もデートに行きませんか？デート？ああ、
嫌だったら無理にとは言いませんが。そんな、嫌じゃないです。私もマサトさんとデートに行きたいです。本当ですか？よかった。じゃあ、まずはゆっくりカフェにでも行きましょう。気になってて、行ってみたかったお店があるんです。わかりました。私は彼から休日デートに誘われて、すごく嬉しかった。久しぶりに新しい服を買って、私は気合を入れてデートに臨んだ。その服かわいいですね。とても似合ってます。ありがとうございます。彼は私が新調した服を褒めてくれて、とても気遣いのできる優しい人だなと思った。そして私たちは何度かデートを重ねていき、付き合うことになった。何年も彼氏がいなかったので不安な気持ちもあったが、それ以上に彼とお付き合いをしたいという思いの方が強かった。久しぶりの交際で私は慣れない部分もあったが、彼はそんなことを気にせずに男らしくリードしてくれた。この人とならずっと一緒にいたい。そう思えた。そして交際を始めてから1年後、私は彼からプロポーズをされたのだ。今まで俺は結婚とかに興味がなかったんだけど、のぞみと出会って初めて結婚をしたいって思ったんだ。だから俺と結婚してこれからの人生をずっと一緒に歩んでください。そう言って指輪を渡してきた彼。私の答えはもう決まっていた。はい。よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私の両親に結婚が決まったことを報告すると、とても喜んでいた。のぞみ。おめでとう。いい人が見つかって本当によかったわ。涙を流して喜ぶ母を見て、私はここまで心配をかけていたんだなと少し反省した。そして結婚が決まり、一つ親孝行をすることができてよかったと思った。それからお互いの親に挨拶に行ったのだが、私の親はマサトのことをとても気に入っていた。すごく爽やかで礼儀正しい人ね。仕事も一生懸命に頑張っているようだし、彼ならのぞみのことを安心して任せられるよ。私は両親が彼を認めてくれて嬉しかった。そして義実家への挨拶も無事に済ませて、私たちは結婚式を挙げることになった。結婚式には、たくさんの友人や職場の人が参列してくれて盛大に祝ってくれた。みんなから祝福の言葉を言ってもらい、この上ない幸せを味わった。それから新婚旅行に行き、私と夫の新婚生活がスタート。私は結婚してからも仕事を続けていたので、夫婦共働きの状態だ。だから家事は分担して行っていた。残業がある日は協力しながら、お互いがそれぞれ料理の日や掃除の日を請け負った。夫は一人暮らしの時期が長かったので、ある程度の自炊ができた。基本的に丼物だったりパスタとかが多かったが、それでも作ってくれるだけありがたい。休みの日はお互いにカフェ巡りが好きだったので、行ったことのないカフェを開拓していた。車で行くことが多かったので、ドライブも兼ねてそのまま海に行ったりもして、いろいろと楽しい時間を過ごした。そんな感じで新婚生活はとても幸せだった。恋愛に臆病だった私が、こんな幸せな結婚生活を送れるなんて思っていなかったから、本当に嬉しかった。これからも、夫と楽しい思い出を作っていくのだろう。子供もできて、温かい家庭を築いていくこともできそうだ。そんな風に考えていた私。まさかこの後に、あんな地獄の日々が訪れるだなんて夢にも思わなかった。夫と幸せな結婚生活を送って2年の月日が経った。私たちは相変わらず仲が良くて幸せだった。そんな中、ある日思いもよらない出来事が起きた。父さんが倒れた。それは突然の義母からの連絡だった。義父が家で急に倒れて、救急車で運ばれたというのだ。私たちはすぐに病院へと向かった。原因は心筋梗塞らしい。そして救急治療を行ったのだが、義父はそのまま帰らぬ人となってしまった。どうして私を置いて先に行ってしまうのよ。義母は病室で白い布をかぶされて眠る義父を見て泣き崩れていた。
私も夫も義父の死はとても悲しかったが、義母の落ち込みようは見てられないほどだった。葬儀でも義母は悲しみに暮れていた。夫はそんな義母の姿を見て思うところがあったようだ。葬儀を終えた後、夫はこんなことを言ってきた。母さんを一人にしておくのは心配だから、俺の実家で同居しようと思うんだ。同居。ああ、母さんの落ち込みようを見たら心配で。マサト。私は同居についてはあまり乗り気ではなかったが、夫のためを思うと同居をするべきなのかなと思い始めた。わかった。お母さんと同居しよう。ありがとう、のぞみ。早速母さんに連絡をするよ。夫はそう言って義母に同居を提案した。義母は一人きりになり寂しさを感じていたようで、すぐに同居を受け入れた。こうして義実家にて義母との同居生活が始まった。義母は同居生活が始まっても、やはり義父を失った悲しみが強いようで、あまり元気はなかった。だから私と夫はできる限り、義母の負担を減らすように家事を分担してやった。今まで同じ生活なので何ら苦ではない。まあ義実家の方が前の部屋よりも広いからちょっとだけ時間はかかるが、それは大した問題ではなかった。だが同居生活が半年ほど経った頃、義母の態度に変化が現れ始めた。ちょっと、のぞみさん。あなた、どうしてマサトに家事をやらせているの？共働きなので家事は前から分担していて。何を言ってるの？家事は嫁がやるべきでしょ。っていうか、前から分担していたってどういうことかしら。夫婦で暮らしていた時も、マサトに家事をやらせていたの？はい。ありえないわ。そんな嫁をもらった覚えはないわよ。義母はそうやって急に怒鳴り出した。これから家事はマサトに絶対にやらせないから。あなたが全部の家事をやりなさい。そんな。それからというもの、家事はすべて私がすることになってしまった。夫が今まで通り家事をやろうとすると、義母は、マサトはやらなくていいのよ、と言って、決してやらせようとしなかった。私は一人でやることになり、毎日大変な思いをしている。義母は日に日に元気になっているようなのだが、それに比例して私へのあたりも厳しくなった。ちょっと、なんなのこの料理。全然美味しくないわね。こんな料理をマサトにいつも食べさせていたの？信じられないわ。義母はそうやって、私の家事に常に文句をつけてきた。そして夫は、そんな義母の悪口を止めないのだ。ねえ、どうして私がお母さんに悪口を言われているのに、止めに入ってくれないの？母さんが元気になってきた証拠だろ。ちょっとくらい言わせてあげなよ。父さんを亡くして悲しんでたんだから。義母が元気になってきたのはいいことだが、それは理屈としておかしい。私が文句や悪口を言われる筋合いはない。その後も義母は私への悪口を続けていった。そして孫はまだなのかとか、仕事はいつ辞めるんだといったプレッシャーもかけてきた。私は家事の負担が増え、義母からストレスをかけられて、心身ともに辛くなっていた。そしてそんな中、私は夫に関して不倫をしているんじゃないかと疑わしく思うことが起きた。そのことを知ったのは、同僚から来た LINE でだった。これって、マサトさんじゃない。マサトはその時、出張だと言っていて家にいなかった。そして同僚は自分の旦那さんと、ちょうど旅行に行っていた。地方の観光地に行っていたのだが、そこでマサトが見知らぬ女性と一緒に私服で歩いていたのだ。同僚から送られてきた写真を見ると、明らかにマサトだった。もしかしたら、一緒に出張に行っている人かもしれない。そう思いたかったのだが、平日なのにスーツ姿ではなく、私服で観光地を歩いているのは明らかに仕事ではないだろう。私は一気に絶望した。夫は私のことを裏切っていたのだ。そんな状態で、ひどい態度をとってくる義母と、
一緒に暮らすことなんてできない。私は興信所に調査を依頼して、夫の不倫の証拠を集めることにした。証拠写真はすぐに集まり、離婚の準備はどんどん整っていった。その間も義母の私への罵倒は相変わらずというか、さらにひどくなっていた。夫はそれを止めることなく、興味がない様子だ。どうせ、不倫相手とのことで頭がいっぱいなのだろう。忙しい仕事と家事の合間に少しずつ時間をとって、やっと弁護士との離婚の準備が終わった。毎日義母から精神的に追い詰められる日々。私はすでに限界を迎えていた。私はある日、夫を呼び出してこう言った。もう無理よ、実家に帰らせてもらいます。お母さんの私への態度はあまりにもひどすぎるわ。私がそう言うと、夫は冷たい表情でこう返してきた。なら離婚だな。お前みたいなのを養う意味だってないし。俺は今まで自分が使えるお金が少なくて、不満が溜まっていたんだよ。この人は一体何を言ってるのだろうか。夫婦で同じ額を家に入れていたんだから、使えるお金が少ないのは、あんたが浪費をしすぎているか給料が少ないかのどちらかで、私のせいではないだろう。私は一気に夫に対しての愛情が消え失せた。まあ、不倫をしていた時点で、もう離婚しかないのだが。いいわよ、離婚しましょう。私はそう言って離婚届を突きつけた。夫は、やけに準備がいいな、と驚いていたが、後には引けないようで離婚届を受け取って記入を始めた。私は夫に記入してもらうと、速攻で離婚届を提出した。そして義実家に戻ると、荷物をまとめ始めた。あら、もしかして離婚したのかい？やっぱりね、あんたみたいな女はマサトとは釣り合わないと思ってたのよ。そう言って私をバカにしてくる義母。夫も一緒になって笑ってきた。確かにそうだな。離婚が決まってよかったよ。私は高笑いをする二人を無視して、義実家を後にした。その後、義母と夫は一気に崩壊することとなったのだった。私はすぐに弁護士を通して、夫の職場に内容証明を送った。その内容はもちろん不倫についての慰謝料の請求だが、他にも義母から毎日のように受けた嫁いびりによる精神的苦痛についても送り、そのことについての慰謝料を請求した。そのことで夫の職場の人たちに全てが知られることになった。そして夫の不倫相手というのは職場の後輩だったため、かなり周りから冷たい目で見られているらしい。また女性が多い職場だったため、夫は多くの反感を買い出世の道が断たれたそうだ。不倫相手は周りからの冷たい目に耐えることができず、自主退職したそうだ。そして元義母は元夫に、母さんのせいで多額の慰謝料を支払うことになったんだぞ。と責められ、縁を切られたらしい。またご近所さんに嫁いびりをしていたことを知られ、避けられているため、完全に孤独になったそうだ。一方、私は実家で暮らしながら、一生懸命に仕事に打ち込んでいる。元夫とは違い、私は誠実に仕事に取り組んできたので、つい最近昇進が決まった。これからも仕事を頑張って稼ぎつつ、新しい趣味でも見つけて自分の人生を充実させていこうと思う。証拠がたくさん集まったので、私は夫に証拠写真と離婚届を突きつけて離婚を要求した。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで驚いていたが、最終的には開き直った。隠してて悪かったよ。離婚には応じる。だけど一つだけお願いがある。何よ。お願いって。俺は家を出て彼女と住むから、母さんのことを頼む。私の名前はのぞみ、50歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して今年で25年になる。夫とは仕事関係で出会い、交際を始めてから1年ほどで結婚に至った。結婚してからすぐに子供ができ、そしてそれから3年後にも子供が生まれて、家族4人で幸せな日々を送っている。
長男はすでに25歳で社会人になってバリバリ働いている。長女は現在大学4年生で就活中だ。子供たちの手がかからなくなってきたので、私は夫との夫婦の時間がこれから作れるだろうと思っていた。今思うとここまで来るのにかなり長かった。私と夫が結婚してから、私たちは共働きをしながら義両親に仕送りをしていた。しかも金額は毎月20万円とそれなりに高かった。なぜここまで多く仕送りをしていたのかというと、義父が大病を患い、働けなくなってしまったからだ。義父はまだ53歳と働き盛りだったのだが、一気に収入がなくなってしまい、義母も義父の介護をしなければいけなくて働くことができなかった。それに病院代も月々かかるので、生活費などを含めて20万を仕送りしていたのだ。まだ20代でしかも子供が生まれたばかりの私たちにとって、月に20万も仕送りをするのは本当に大変だった。でも大好きな夫のご両親が困っているのだからと、私は節約を頑張りながら仕送りを続けた。あとあまり声高に言えないが、私は義母のことが苦手だった。義母はいわゆる古い考え方をする人で、女が働きに出ることが気に食わないという考えだった。それに一人息子である夫のことを溺愛していたので、私にとても厳しかったのだ。そのため義実家に行くとよくあれこれと命令をされて家事をやらされたり、文句や嫌味をたくさん言われていた。長男が生まれた時は少しだけ優しくなったが、それでも基本的なスタンスが変わっていないので、私は仕送りをすることでなるべく義母に会わなくて済むようにしていた。もし同居しようだなんて話になったら困るし、それだけは避けたいので私は仕送りを頑張っていたのだ。ありがたいことに私も夫もまあまあ稼いでいたので、仕送りをしても3人で暮らせる分の収入はあった。また長女が生まれた時は昇進していて給料も上がっていたので、なんとかなっていた。だが頑張って仕送りをして数年が経った頃、久しぶりに義実家に遊びに行くと、義母はたくさんの高級バッグや高いアクセサリーを持っていて、私はなんだか嫌な気分になった。こんな贅沢ができるなら、私がわざわざ節約などをして仕送りをする必要はなかったのではないだろうか。だけどここで義母を問い詰めるのは面倒なことになるし、私は30代になって役職がついてかなり給料が上がっていたので、あまり気にならなくなっていた。そうして毎日仕事に家事に子育てに忙しい日々を送っていて、あっという間に20年以上が経った。だがそんな中で私は夫に対して違和感を感じ始めていた。夫の会社はかなりのホワイト企業で残業がほとんどない。だからいつも早く帰ってきていて、私よりも早く家に着くことも多かった。しかしここ数年、夫は残業になることが多くなってきたのだ。会社の経営状態が良くなっているのに比例して仕事量も増えてきているとのこと。そのため残業が増えたり、休日出勤も増えているそうだ。仕事が忙しいならそれだけ稼ぎが増えることだからありがたい。その頃はちょうど長女が大学に進学したばかりでお金がかなりかかっていたから、なおありがたかった。だが夫に夫婦の共有口座に少し多めにお金を入れてほしいと言っても、夫は多めに入れてくれなかった。それどころか今月は少し厳しいなどと言って、義実家への仕送りさえも私がほとんど払うことになっていた。それなのに休みの日は友人と飲みに行ってくると言って出歩いたりしている。私や息子や娘ともどんどん話さなくなってきて、家に一緒にいてもなんだか距離を感じるようになった。ここ20年くらいはこんな風に仕事が忙しすぎるようなことはなかったのに。今までの夫の仕事について見てきているから、今の状況に違和感を感じていたのだが、それでも夫のことを疑うことはしなかった。やっぱり結婚して20年以上も経っているから信頼していたのだろう。私は夫のことを信用することにして、気にしないようにしながら日々を過ごした。それでなんだかんだで結婚して25年が経った。義父はすでに亡くなり、義実家には義母が一人で住んでいる。私は義母一人だけなら月20万もいらないだろうと思ったので、
夫にそのことについて相談した。すると夫は猛反対した。母さんはずっと懸命に父さんの介護をしてたんだ。それに対するねぎらいの意味を含めてちゃんと20万の仕送りをするべきだろう。でもお母さんの家に行くといつもブランド品が増えているじゃない。それって贅沢をしてるってことじゃないの？私が一生懸命働いたお金でそんな無駄遣いされるなら、もっと子供たちのために使いたかったわよ。お前はなんてこと言うんだ。俺の母親のことを侮辱するのか。お前がそんな風に思ってたなんてがっかりだよ。ひどい嫁だな。ちょっと待ってよ。なんで私がそんな風に責められなきゃいけないの？本来は2人で20万だから半分の10万ずつだったのに、だんだんとあなたの支払う額が減ってきたじゃない。結果的に今は私がほとんど支払って、あなたは月に1、2万ほどしか仕送りしてないでしょ。それなのに私のことをとやかく言う資格があるの？あなたは相手の両親に20万近くの仕送りができるの？少しは私に感謝してくれてもいいんじゃないの？私がそのようにきつく言うと、土星論すぎて夫は何も言い返せずに黙り込んだ。今まではお父さんとお母さん2人で20万だったんだから、これからは月10万でいい。それと年金を合わせたらなんとかなるでしょ。わかったよ。夫はしぶしぶ了承してくれて、私はかなり金銭的な負担が減った。だがこの件以来、私と夫は本当に会話をしなくなってしまった。結婚25周年というタイミングでこのような大喧嘩をしてしまい、ちょっと落ち込んだが、でもずっと我慢してきたことなので、私の不満が爆発するのは仕方なかったと思う。そんな中、娘が無事に内定をもらえたという嬉しい報告が。私はお祝いとして娘を連れてちょっと高めのお寿司屋さんを訪れることに。娘は私と夫が現在関係が悪いことを知っていたし、夫は娘ともほとんど話すことがなくなっていたので、2人でお祝いに行くことにした。事前に予約を取っていたので、予約時間に合わせて娘とお寿司屋さんへ。だが入り口近くまで来た時に、私と娘は驚きの光景を目の当たりにした。なんとお寿司屋さんから夫が見知らぬ若い女性と出てきたのだ。しかも女性は夫の腕に絡みついている。私と娘は思わずその場で固まってしまった。だが夫と女はこちらではなく違う方に歩いて行っていたので、私たちが見ていたことには気づいていないようだ。お父さん、最低。娘は怒りに満ちた顔で夫の背中を睨んでいた。一方で私はなんだか気が楽になった。これで夫と縁を切ることができると。今まではなんだかんだで家族として最後まで夫と一緒にいようと思っていた。それがここまで連れ添った妻としての責任と義務だと思っていたからだ。いくら子供たちが成人して自立しているとはいえ、親が何か大きな原因もなく離婚するのは良くないと思ったからだ。だが不倫されたとなれば話は別だ。夫が全面的に悪いし、家庭をぶち壊したのはあの人だ。だから私はすぐに離婚を決意した。夫の不倫については目撃はしたが、確実な証拠を用意しなければいけないので、私は興信所に依頼して証拠写真を撮ってもらった。調査をしてもらうと意外な事実が判明した。というのも夫の不倫は数年前くらいからのものだったのだ。つまりあの残業や休日出勤が増えてきた時にすでに不倫していたのだ。そして義実家への仕送りの額が減っていたのも、不倫相手とのデート代などに充てるために減らしていたのだろう。証拠がたくさん集まったので、私は夫に証拠写真と離婚届を突きつけて離婚を要求した。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで驚いていたが、最終的には開き直った。隠してて悪かったよ。離婚には応じる。だけど一つだけお願いがある。何よ。お願いって。俺は家を出て彼女と住むから、母さんのことを頼む。は。母さんのことはお前も大事にしてきただろう。だからこれまで通り仕送りをしてやってくれ。なんなら一緒に住んでもらってもいい。
孫と住めるなら母さんも嬉しいだろこいつは正気か。一体何を言っているのだろうか。私は絶句して言葉が出てこなかった。すると夫は私が黙っているのを了承したと勝手に勘違いしたようだ。う。じゃあ頼んだよ。そう言って離婚届を記入して荷物をまとめて出て行った。私は夫のありえない言動に怒りを通り越して呆れてしまった。そしてこのことで夫に対する愛情は完全に消え失せた。逆に清々しい気分にもなったほどだ。娘と息子にも今のことを報告したのだが、二人とも呆れていた。そして夫とは親子の縁を切ると言っていた。息子はすでに一人暮らしをしているし、娘も就職が決まっていて家を出る予定だったので、私もこの家を売りに出して新しくマンションを購入した。引っ越しもすぐに終えて、快適で広いマンションに住みながら、娘の一人暮らしの部屋を一緒にゆっくりと探すことに。もちろんだが離婚の際に、夫には弁護士を通して慰謝料を請求している。だが未だに夫は支払いを渋っているようだ。そして離婚届を出してから1ヶ月ほど経った頃、夫から電話が来た。おい、なんで母さんに仕送りをしてないんだよ。電話に出た途端にそのように叫ぶ夫。なんでって当たり前でしょ。赤の他人にお金を毎月振り込むほど、私はお人よしじゃないわよ。だってお前、あの時承諾しただろ。バカじゃないの。呆れて言葉が出てこなかっただけよ。それじゃあこれからも仕送りをしない気か。当たり前でしょ。そんな。じゃあ俺が仕送りしないといけないじゃないか。そうね。いっそのこと一緒に住んじゃえば。今の彼女さんと3人で住めばいいでしょ。そんなのダメだ。彼女には苦労はかけさせたくない。私には苦労かけてもよかったってことなのね。本当に最低な男ね。でもどうせあなたの給料だったら、仕送りをしてたら彼女に贅沢させられる余裕もないでしょ。そのうち捨てられるかもね。そんな。それなら息子や娘に仕送りをさせる。あいつらももう社会人だしな。最低ね。でもあの子たちは支払わないわよ。あなたとはもう縁を切るって言ってたから。だからあなたの連絡先もブロックしてたわ。そんな。もういい。私、あなたと会話なんてしたくないんだけど。ちょっと待ってくれ。慰謝料の話も忘れてた。どうして俺と彼女にそれぞれ500万ずつも請求してくるんだよ。高すぎるだろ。そりゃ私を騙して何年も不倫してたんだから当然でしょ。その中には私が頑張って仕送りしていた分の返金も少し含めているのよ。だから絶対に支払ってもらうから。弁護士使ってどこまでもいつまでも請求してやるからね。借金してでも支払いなさいよ。それくらいあんたは最低なことをしたんだからね。私が思いっきり叫ぶと、夫は電話越しにひっと情けない声を出していた。その拍子に電話が切れ、それ以降夫から電話は来なくなった。その後、夫は慰謝料の支払いに応じて毎月少しずつ支払ってくれた。不倫相手の慰謝料については、不倫相手のご両親が肩代わりして一括で支払ってくれた。その時の話によると、不倫相手と夫は慰謝料を請求された後にすぐ別れたようだ。つまり夫は家族からも愛人からも見放され、慰謝料と仕送りの支払いに追われる日々を送っているようだ。一方、私は新居で快適な生活を送っている。娘と息子もよく遊びに来てくれていて、その度に近況報告をしてくれる。二人とも社会人として仕事に一生懸命に取り組み、プライベートでも恋愛を楽しんでいるようだ。これからは今まで通り子供たちの成長を見守りながらも、私も新しい趣味だとかやったことないことに挑戦しようと思う。まだまだ50歳。人生は長いので思う存分楽しんで生きていこう。